このイラスト一見すると普通のイラストで普通の主線じゃないですか。この G ペン抜きっていうブラシをクリックするだけで強弱のついた切り抜きのついた線になるんですね。で、今日はこの切り抜きペンをですねご紹介したいと思います。これさらにですね、実は古いられで描かれてるんですね。こういったね花とかグラデーションメッシュでできてるんですね。イラストレーターだけで複雑なグラデーションもつけられます。解説もシリーズ化して今後伝えていきますので、はい、じゃあまず、基本の入りと抜きが入った丸ペンを作っていきたいと思います。じゃあ一番左上の、ツールボックスの中から T と書いてあるテキストツールを選択してください。クリックします。ひらがなで三角と打ってください。で、エンター。これで丸ペンのベース使って作っていきます。アウトライン化しないと自由に変形が効かないので、コントロール、シフト、O を押してください。で、これでアウトライン化ができました。ダイレクト選択ツールで使って底辺、2つの点を選択して、シフトを押した状態のまんまで矢印キーの下をですね、1、2、3回押します。そうすると長めの三角形になると思います。選択ツールでですね、選んだまんまでウィンドウからプロパティを出してほしい。で、プロパティツールって言うので、そこで W のところに 0.7 と打ってください。0.7。で、単位はピクセルです。こんな形で、これでですね、丸ペンの一番細い形ができます。リフレクトツールが底辺のところを狙って、パスとかアンカーとかですね、ピンクの文字が出たなって思ったら、すかさずオルトとクリックを同時押し、ダイアログが出てきます。で、リフレクトのオプションが出てきます。水平にラジオボタンを選んで、コピーを選んでください。反転された形で。選択ツールの方で、ドラッグアンドロップして、つなげたいのでです、ウィンドウからパスファインダーってここです。で、一番、左上の合体っていうところをクリックすると、これでですね、1個のオブジェクトになるんですね。コントロール Y でですね、ここがつながってるっていうことがわかる。で、まずですね、これをブラシ登録いたし、選択ツールでもう一回これを選んで、一番上のところの点の付近にカーソルを持っていくと回転できるよみたいなマークが出てくるので、シフトを押しながら、回転させると、初期設定だと45刻みかな。90度とか、この180度とか、それ選びやすくなるんですね。90度回転させます。ブラシですね。に登録したいので、ウィンドウからブラシを選んでください。ブラシの、パレットが出てきますので、ここに、ドラッグ&ドロップでポイ投げします。ここのブラシが並んでるところに適当にポイってとダイアログが出てきます。3つあります。散布ブラシ、アートブラシ、パターンブラシの真ん中のアートブラシを選んでください。で、OK を押す。で、その時にまた別のダイアログが出てくるんです。これがアートブラシの、名前のところをね、ちゃんとつけておくと、後々管理が便利なので、アートブラシオプションの一番上をですね、まずこれは丸ペンであるということで、丸ペン。で、これはどういう種類なのかっていうと、入りと抜きが入ったタイプなので、入り抜きでもいいんですけど、長いので抜き、丸ペン抜きという名前にしておきます。設定をですね、1個ずつ上からやって説明していくので、設定しましょう。まず、固定は固定のままで、ブラシの伸縮オプションなんですけれども、ストロークの長さに合わせて伸縮のところを選んでください。で、方向はですね、矢印が右側を指していれば OK です。着色方法なんですけれども、下のメニューをですね、ドロップダウンして、色相のシフトを選んでください。で、なんでこれ選ぶかっていうと、後々、色をつけるのに便利だからっていう理由です。カラー原稿かもしれないしね。で、いいカラーはもうこれはほっといて問題なかったです。私の場合は。で、オプションで、軸に沿って反転、軸を基準に反転に2つともチェックボックスを入れておくと楽です。で、これで OK です。はい、これで、登録ができ
きました。で、もうほんまかいなっていう話なので、とりあえずですね、この音のやつは、取れた方がまあいいかなと思います。例えば、ブラシの登録がね、消えちゃったとか、そういうこともあるかもしれないので、登録した丸ペンはどこに行ったんじゃって話なんですけれども、1個増えてると思うんですよね。ブラシのこのメニューの中に。ホバーすると丸ペン抜きっていうのが出てくるので、ね、試し書きをしましょう。描画色とペン種のところがあります。面と線の塗りの話ですね。塗りなしにして、線を黒にしましょう。ペンツールをいつも通りにですね、選んでもらって、適当なものをですね、描いて、顔の輪郭みたいなのも描いてきますね。こんな感じですかね。適当に描いていきます。で、どう違うのかみたいな違いをちょっと、こんな感じで、ベクターしてるじゃん。これですね。で、これを、さっきの丸ペン抜きですね。これクリックするとこんな形になります。で、今、ベクターでくっついてる状況なんですけれども、入りと抜きが同時に入ったの分かりますでしょうか？どうやって管理していけばいいかっていうことを説明できますね。で、このまんまだと自分の理想の入りと抜きがここにも与えられないような感じになりますよね。おでこの付近に入り抜きが集中しちゃっているので、カラー原稿の場合なんですけれども、モノクロでも同じなんですけれども、例えばコピーしますね。で、下のレイヤーのところです。ウィンドウからレイヤーを出すけれども、これですね。はい。ペンっていうやつと、レイヤー一番上の方にドラッグ&ドロップで持ってきますので、で、わかりやすいように線を押します。下のところに塗りっていう風に名前をつけます。線をちょっと一旦ロックして、塗りのところに同じように、コントロール F で、さっきの塗りを、ペーストします。で、重ねた状況ですよね。で、わかりやすいように、私はこちらの塗りの方にですね、何かしらの色を塗りたいと思いますので、ちょっと選手をですね、クリックすると塗りになりますので、ここから、ダブルクリックすると、カラーピッカーが出てきます。HSV の方でカラー設定していくと大体うまくいく。で、H のはヒューなので、色素を表します。で、どういう感じの肌色にしたいのかっていうのを大体決めていただいて、S に関してはサイドですね。サイドがありすぎるので、サイドを取って、で、B ですね。B に関しては、明度なので、一番軽くしていった方がいいんじゃないと思います。で、OK します。で、これで肌色が上がった状態です。線をですね、表示します。で、今度は塗りの方をロックしてください。鍵マークですね。で、線の方のロックを外して、で、この状況だったら、面と線が分かれた状況で管理できるっていう。で、ハサミツールを使っていきますので、消しゴムを、長押しするとハサミツールが現れますので、自分の入り抜きを表現したいところ、例えば耳とかどうですかね。これで切ります。で、これだとちょっと切った場所が1箇所だから、だいたい入りと抜きが光が当たってるところを意識して、線を細くするので、おでこのところを切ったらいいかなってこんな感じですかね。あと、インクだまりがちょっと気になる人は耳のあたり切ったらどうだろうな。で、これの3点だけでだいぶ入りと抜きが表現できるようになったと思います。これで目とかね、鼻とか口とか描いていくと便利かなって感じです。で、このままだと移動させた時面倒だから管理が。なので全部の線を選択してコントロール C でグループ化するとですね、こんな感じでまとまって管理ができます。ただ塗りも移動させることを忘れないようにしましょう。なのでもしかしたらカラー原稿じゃなくてモノクロの原稿でも、ね、塗りと線ですね、一緒に選択して最終的にはグループ化した方が使いやすいのかと思います。線だけ選択をしてですね、ウィンドウからブラシをもう一回出します。丸ペン入り抜きの方を今選択してるんですけれども、基本っていう線を選択します。こんな感じですね。ビフォーアフターが表示できました。入り抜き丸ペンを使ったイラストを紹介します。ペンだけにしてみましょう。こんな感じになります。入り抜きだけだと完全にコミックペンの再現にはならなくて、例えばですね、何かのものに当たった時に入りは活かして抜きではなく留めになる部分、入り抜きプラス留めペン表現できると、コミックでのペンの表現が疑似的に再現可能になります。で、このイラスト他にもですね、イラストレーターだけで作られたペンの表現に作られている箇所がまだあります。ここを選択してこんな感じで動かせます。ちょっと寄りで見ていきましょう。こんな感じで、動かせるんですね。で、こういう鎖のペンが作れますよって、リアルな感じの蛇の鱗、これもペンでできているんですね。ちょっと動かしていきましょう。こんな感じでレイヤーが分かれてですね、
蛇の形にフィットさせているだけなんです。でこっちのですねお腹の方もそうです。実はこんな感じで、動かすことができます。こんな感じでお腹が蛇腹の腹をね、表してます。これも、私の動画でシリーズ化しているので引き続きご視聴いただきたいと思います。じゃあ次回は、切り抜きの側に留めペンで、一時的なコミックペンを完成させるということで、ぜひご視聴ください。ありがとうございました。